building our first Built by Legends R32, we were already talking about our second build being an R33. And at that time, we were able to obtain a customer that was interested in doing an R33 build. And it became a bespoke project paying tribute to the legendary Mainz R34 demo car. 前回32を一緒に作らせてもらって、33っていうのはベストな大きさだと思うんです。GTR としてのその性能も受け継いでますし、やっぱりこの33は外せないだろうっていうことで作ってます。パワーも600馬力ぐらいある感じで、レスポンスよくギア比も変えたり、ミッションも34のものを使ったり、ファンから見たらこうそそるような作りとして33は生まれたと思います。この車を購入したきっかけはですね、やっぱりこの頃なかなかやっぱりいい極上品がなかったんですよ。ちょっと遠いんですけど名古屋の方にありまして、それを積載で気に入ってその場で交渉して積んで帰ってきたっていう覚えがありますね。だから走行距離も少ないですし、もうほとんど雨風にも当たってないような、元の素材としても極上品でしたね。それをなおかつフルレストアして作り上げたのがこの 33GTR です。僕個人的には、僕が免許を取って車を乗り出した時には 32GTR は新車がなくて中古車のみだったんですね。だから皿を知らなくて、で 33GTR の最終10年式、今ならまだオーダーが取れますよっていうのを日産ディーラーに車を見に行って原車を見て見積もりまで取って、当時本当に18、9だったんで買えなかったんですけども、その時の印象インパクトっていうのは今も残ってますね、やっぱり。で33に関しては、GTR 専用ボディっていうわけではなくて、セフィロローレルのシャーシに対して味付けをして工夫をして GTR のエンジンパワートレインを乗せて走れるように作ってあるっていうところで、相当作られた方の苦労があるというか、すごく専用で作ってないのに GTR になってるっていうところはすごい作りだなと正直思います。そうですね、33っていうのは千葉プリっていうあの頃はS 隊で大活躍した車でもありますし、夢中でスーパー耐久結構千葉プリと一緒にやってた時期の思い出もありますし、そういう意味で私にとってもすごく思い入れの強い車であったと思います。33らしさっていうボディの大きさとやっぱり重たさを感じる部分はあるんですけども、いい部分も当然安定感とかすごい乗りやすい部分はあるんで、そういったところが伸びていけばいいかなっていう方向で、やっぱりお手本となる34からのフィードバックですね。34になることはできないし、なる必要もないんですけども、34の良さは取り入れて、本当に33と34の間ぐらいのボディができれば理想かなと思ってます。本当に33のボディをばらして34のボディをばらすと見事に対策されてるところとかが分かるので、そういったところで33にうまくフィードバックできるところであったり、このボディにも施工しますけどトランクのバーであったりで、スポットも、323334とやっぱり数はどんどん増えていってるんで、そのあたりも数を増やして、で今回のボディに関して言うとちょっとエンジンもかなりハイパワーになるっていうことなんで、そのあたりのバランスも取れるように、なんて言うんでしょう、ボディ合成もあるんですけど、トランクションがかかるサスペンション入力部分のスポットっていうのもかなり意識して増やそうと思ってますんで。一番違うのはこの手作業で今まで加工してた部分を、CNC っていうマシンニングで全部彫り直して、で今までも全部測定しながら、全部溶石とかちゃんと合わせてたんですけど、より正確に
気筒のバランスを全部整えるって形で、まあ、機械加工で全部掘ってます。あとはバルブが大きいんですよこれ。まあ、バルブが大きいっていうのは、まあ、給排気、まあ、効率がより良くなるってことなんで、その辺は変わってますね。いきますよ。穴からヘッドボルト。大丈夫。はい、ゆっくりね。よし。OK。ありがとう。7の方がパーツがちょっと違うんで、組み立てはちょっと時間はかかりますけども、まあ、基本的にはやる内容っていうのはその素材が違うだけで変わらないですよ。測定のその手間だとかそういうのはもういつも全部のエンジン同じ共通なんで、やってる作業内容は同じです。ただ使ってる素材がより強いものになってたりするんで、その辺でのまあ違いはありますよね。あと使ってるその部品が形が違うだとか、その辺でまあこうやってボルトが生えてるじゃないですか。これヘッドつける時も普通はボルトが刺さるスタッドボルトが生えてるタイプなんで、まあ、これはより強くなって強度が上がるっていうイコール軽くできるんですよね。素材が良くなるとパーツの単価が上がってしまう。やっぱり組む時やっぱばらつきをなくしたいんで、まあ基本的にはまあ全部データ取ってでなおかつ同じクリアランスで組めるように仕上げてますね。今回はかなりエンジンがとにかくまあハイパワーというかハイパワーハイレスポンスかなりのエンジンになると思うんで、とりあえず僕もまあそこ意識して今までの通常のストリートカーでは施工してなかったようなレベルまで補強を入れますんで、でも先ほどから言ってるように外観というかパッと見で何か分かるかっていう変化はさせないように補強のレベルを上げるんで、なんて言うんでしょう、止まってる段階では分からなくても乗ったら全く別物の33になってるんじゃないかなと思って、それはすごい今回僕自身も楽しみな部分ですね。レースカーであればもっと補強を入れることもできますし、もっと激しいこともやりようはあるんですけども、今回のようなストリートカースペック、まあ今回のコンセプトでここまで強度を上げるっていう施工でいうと今回ほぼ初めての試みにはなりますね。まあ、全てやっぱり自分で乗ってセットアップしてますから、もう体に全てその乗り味は覚えてますし、体になんていうのかな、もう染みついてますね。その走り具合というか速さというか止まり方曲がり方全てに関してなんか自分のその一生のその体の一部みたいな感じですかね。この33の出来栄えはまあもちろんそのねディスカッションしながら BBL と一緒にここはああだとかこうだとか、まあ僕としても結構その自分のその考えがまとまったような車だと思いますよ。満足はしてます。はい。Although it did take a little longer than we expected, we're very glad that we were able to finish this bespoke build, the Built by Legends Mines R33. And we're also proud that we were able to bring together all the experts like Mines and Garage Ashida and all the other craftsmen that supported our build. And of course, I'm also very proud of our team that had designed the whole project.